なんで私ばっかりこんな扱いなのって思ったことないですか？チャンスが全然回ってこない、転職しても条件が良くならない、人脈が広がらない、また今度って後回しにされたり。それはでもあなたが悪いんじゃないです。ただあなたの価値が低く見られてるだけです。そもそもね、価値がない人間なんていないんですよ。ここは大事です。でもあなたの価値が高いと見られたらチャンスが舞い込むし、仕事も好条件で獲得できて、人から必要とされて優先順位が上がって大切にされます。今日はそんな自分の価値を高く見せるコツを、こっそり、シェアします。動画の最後に特別なお知らせがあるので最後まで見てください。ハロー、今日も可愛く賢く生きる嬉野です。今日お話しする内容はビジネスだけの話じゃなくて、恋愛でも人間関係でも、全部に使えるものなので、ぜひ参考にして聞いてください。あなたの価値を高める戦略、1つ目は、自分の価値を明確にすることです。私なんて何もできないって思ってないですか？それは本当に何もできないんじゃなくて、自分の価値を言語化できていないだけです。価値が高く見られる人と低く見られる人の違い、それは私は〇〇ができますと明確に言えるかどうかです。例えば同じ事務員でも、私事務員ですっていう人と、私は Excel、パワポを使った資料作成が得意で分析データを見やすくまとめられますっていう人、同じ主婦でも私主婦ですっていう人と、私は家計の管理で年間100万円節約した経験があってやりくりできますっていう人、同じ人でもこんな感じで言い方を変えるだけで自分の価値を明確に相手に伝えることができます。なんで多くの人はじゃあ自分の価値を明確にして伝えることができないのかというと、それは自分にとっての当たり前のことは価値だと思ってなかったりするんですね。例えばうちのサロンメンバーでもともとは学校の教師だったのがネイルが好きでネイリストに転職した方でも、オンラインで何か仕事をしたいなってなった時に、最初は私はもともと学校の先生やってただけだしみたいな感じだったんですけれども、学校の先生として人に教える経験やスキルがある、ネイルの技術がある、人の成長をサポートできる、これは彼女にとっては当たり前のことかもしれないけど、全部価値です。今彼女はプロのネイリスト向けに技術を教える講座を開いていて、月8桁の収益化に成功しています。じゃあどうやって自分の価値を明確にするか、ヒントをお伝えすると、まず1つ目、私は何が得意なのか、誰でもできると思うことでも全部書き出してみてください。そして2つ目、私は誰のどんな悩みを解決できるか。そして3つ目、私の強みを一言で言うと何か。この3つを書き出してみてください。何者かがはっきりしている人は優先的に仕事が回ってくるし、選ばれる人になります。だからまずは第一歩、今日から自分の価値を言語化して明確にしてみてください。そしてあなたの価値を高める戦略2つ目は、希少性を作ることです。価値が高いと見られる人の共通点、それは希少性です。レアポケモンみたいな感じ、この人にしかできないと思われること、これが希少性ですが、私には特別なスキルがない、そう思っている方もいるかもしれません。でも一つ一つの要素は普通でも組み合わせたら希少性は高くなります。希少性は掛け算で作れます。例えばうちのサロンメンバーでライバーをやってる方がいるんですけど、いろいろ聞き出してみると、彼女は美容部員の経験がある、メイクが好き、中国語が喋れる、これちょっと珍しいですよね。でもそれめちゃくちゃ価値あるじゃんってことで、彼女は昔の私みたいに今男性受けのところを悩んでいたんですけど、女性向けに発信していきたいってなった時に、今ワンホンメイクとか流行ってますし、これを掛け算しようって提案したんですね。で今彼女は SNS を始めて2週間で再生回数60万超えとか、1投稿で保存件数1万件とか、すごく伸びてます。彼女が中国語できるっていうのも、言語ができると情報収集の幅が広がるし、日本人が知らない、メイクのノウハウだったりとかをいち早くキャッチして発信できるっていうのも、強みですよね。これが希少性の力です。ちなみに私の場合、掛け算で希少性を作るとなると、企業歴が10年です。モデルやインフルエンサーを裏方でプロデュースしてきた経験、そして美容課金2000万超え、整形とか韓国美容に詳しくなって自分自身の見た目も変えた経験があります。あとは SNS 歴が7年以上、総フォロワー50万人、男性受けから女性受けに変えたリブランディングの経験があります。そして海外移住も4年以上ということで、場所にとらわれない仕組み作りがすごく得意です。じゃあこの4つの掛け算で私の希少性を作るとなると何か。
何ができるのかというと、一言で言うと個人ブランドのトータルプロデュースですよね。見た目から SNS のコンセプト、ブランディング、ビジネスの仕組み、収益化とか、普通美容の人は美容とか SNS の人は SNS って感じじゃないですか。でも私は全部自分でやってきて分かるからこそ、男性のビジネス系の人には分からない女性にとって大事な見た目の部分だったりとか、個人ブランドを0から1で作ること、作り直すこと、そして仕組みを作ること、日本にいなくてもとか時間や場所に縛られない、仕組み作り、私の希少性というか強みは、ここじゃないかなと、自分的には思ってます。でちなみに私のモットーはみんなも知ってる可愛く賢く生きるなんですけど、これも希少性ありますよね。可愛い女性はたくさんいる、賢い女性もいる。でも可愛くて賢い女性ってね、意外と少ないんですよ。だから仕事でも恋愛でも SNS でも有利な立場になったりします。恋愛とかでいい男性は、見た目だけじゃなくて、中身も見ますから、可愛いしこの女性からは学びがあって楽しいなってなったらもう最強です。可愛くて賢い女性は男女問わずモテます。じゃあどうやって希少性を作るかっていうと、簡単です。あなたが持ってるスキルや経験、好きなこと3つ以上掛け算してください。私には何もないじゃなくて、何を掛け算するかをぜひ考えてみてください。可愛く賢く生きる嬉野サロン。そしてあなたの価値を高める戦略3つ目は、未来を語ることです。もちろん過去の実績も大事だけど、それだけじゃ足りないんですよね。本当に大事なのは未来を語ることです。未来を語るって何ぞやって感じなんですけど、人はこれから価値が上がる人に惹かれる傾向があります。例えばエルメスのバーキンを想像してみてください。バーキンって人気で高いですよね。でもなぜ人気で高いけど買われるのか、デザインが可愛いとか、いろんな理由がありますけど、一番は将来価値が上がるからです。今買っておけば、数年後には価値が上がってる、資産の一つですよね。だから高くても買われる。人も同じです。この人これから価値が上がりそう、そう思われたら選ばれるんですね。仕事でも恋愛でも人間関係でも、今のうちにこの人と仲良くしておこうみたいな、人間のちょっとダークな部分ではありますけど、これが本音です。でここでめっちゃ大事なポイント、未来を語るときに、私将来〇〇するんです、〇〇目指してます、これって未来のこと言ってるけどどうですか？これだけだとダメです。でなんでダメかっていうと、口だけならぶっちゃけ何とでも言いますよね。私〇〇なるんです、なるなる目指してます。でもこれダメなの。大事なのはその未来のために今何をしてるのかっていうのをセットで語ることです。例えば私将来起業するんです、これはちょっとね弱い。でも私将来起業したいと思ってて、そのために今副業で SNS 運用を勉強してて、この前実際にクライアントさんの投稿を作ってフォロワーさんが1000人増えたんですよ。どっちが信用性ありますか？絶対後者ですよね。なんでかっていうと、行動の根拠があるから、未来に向かって頑張ってる話だから、この人本気なんだなって思われます。で私もよく未来の話とかを他人にしたりします。でも、その時ね、例えばどうやって話すかというと、私は、可愛く賢く生きる女性を増やしたいんですじゃなくて、私は可愛く賢く生きる日本女性を増やしたくてオンラインサロンを運営してるんですよね。海外に視野を向けることが大事だと思ってるので、2月にマレーシアでオフ会開催するんですよ。皆さん2月でマレーシアオフ会開催するのでぜひ来てください。ちょっと脱線しちゃいましたけど、そんな感じでその未来に向けて今何をしているのかっていうのを具体的に話します。そうすると、この人はどんどん成長していく人だ、今のうちにこの人とつながっておこうと思われます。自分をバーキンだと思うこと、出会えたのが奇跡だね、これから私の価値はどんどん上がっていくからね、逃がしたら後悔するよみたいな感じです。特に恋愛とかって女性って若い年齢の今がピークだよねみたいな感じで男性から見られたりすると思うんですけど、そう思わせないこの裏の会話力っていうのが実は大事になってきます。なんでこれは、仕事もそうだけど結構ね恋愛で効果的です。なので今日からぜひ未来を語ってください。そして行動で証明することも忘れないでください。そしてあなたの価値を高める戦略4つ目は、安売りしないこと。これも重要です。私なんてと思って安く働いちゃう、安く見積もっちゃう。でもこれ実は逆効果です。なぜなら安いイコール価値が低いと思われるから。エルメスのバッグを想像してみてください。エルメスってセールしてないですよね。値下げも基本的にしないですよね。じゃあ一方でコーチはどうですか？コーチも昔は高級ブランドだったと思います。でもアウトレットの進出で安く売り始めて、結果イメージが下がりませんでしたか？コーチってアウトレットで安く買えるやつねみたいな、そんな感じに思われて安売りした結果、長期的にマイナスです。これは人も同じです。安売りすると価値が下がる。ビジネスでも恋愛でも、
例えばだから1時間5000円でコンサルしますじゃなくて、私のコンサルを受けたらあなたの SNS のフォロワーは3ヶ月で2倍になります、その実績があります、その価値は30万円ですみたいな感じです。価値を高く設定するって大事ですけど、本当にまさに恋愛とかはそうですよね。私なんてと思って相手の都合に合わせすぎたり、何でも言いなりになったり、自分を安売りする、こういう女性大切にされますか？されないですよね。逆に私にはこれだけの価値があると思ってる女性は大切にされます。インターフォンを自分で鳴らす女にはならないでください。私に会いたいならあなたが着なよ、留守でもしいなかったらごめんねみたいな。バーキンもそうですよね。あると思って買いに行ったらないとか、そんな感じの女性になってください。はい、ということであなたの価値を高くする、高く見せるコツをシェアしました。自分の価値を明確にする、希少性を作る、未来を語る、安売りしない、この4つを実践すればもう舐められません。常に優先されて大切にされる人になります。でもこれからもう自分のお金で稼いでいきたい、自立してビジネスを始めていきたい、もしくはすでにビジネスをしている人は実はこれだけでは足りません。なぜなら今の時代、何を言うかよりも誰が言うかがすごく大事です。そういった場合は自分自身の価値を上げるプラス自分ブランドを作る必要があります。あなた自身が選ばれる必要があるんです。その方法を今月開催する私の主催のシークレットセミナーでお話ししたいと思います。このセミナーでは自分の価値を最大化して自分をブランド化する方法、頑張らなくても売れ続ける仕組み、私のこれまでの変化、海外の最新マーケティングなどをシェアします。参加は誰でもできて無料です。参加者限定の特典も用意してます。日時の詳細や予約は概要欄のリンクに載せておくので、ぜひチェックしてください。本気で自分と向き合いたい方、自分のステージを上げたい方、2026年一緒に頑張りましょうということでお待ちしてます。この動画のいいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。